皆さんこんにちは、青ゆいです。いつもの被写体でも光を少し変えるだけで写真の印象がかなり変わることがあります。写真を撮っていて悪くないんだけど、ただ撮っただけの記録的な写真に見える。そんなことありませんか？構図を変えてみたりレンズを変えたりするのももちろん大事なんですけど、もう一つ光を足すという選択肢があります。今回はスモールリグのライトを使って雨上がりの花や家の中でのテーブルフォトを撮りながら光と影で写真や動画の印象がどのように変わるのか、そのあたりを見ていきます。ただ明るくするためのライトというより、影を作ったり色を足したり背景に模様を入れたりしながら写真の中に少し空気感を作るような使い方をしていきます。合わせて使うカメラとレンズはこちら α7-5 と50-150mm の組み合わせです。実はね、この組み合わせ、この前カメラグランプリ2026で2冠を受賞した組み合わせなんです。詳しくはね、私の YouTube の概要欄にリンクを掲載したいと思います。私もね、その中でこのカメラやレンズたちについてコメントを添えさせていただいておりますので、ぜひそちらもご覧ください。それではこちら一気に開封していきます。すべて開封しました。結構な数になるのでわりかしね今日多いんですけど、今回はねこちらすべてスモールリグの機材となっております。で、私が持っているほとんどのカメラにこのスモールリグのベースプレートっていうのをつけています。なのでね、カメラ周りのアクセサリーとしてはかなり私にとって身近なメーカーなんですけど、今回はねライトを中心に使って写真や動画の雰囲気を変えていきたいと思います。今回やりたいことは大きく分けて3つです。1つ目は外で花撮影をするときに光を足すこと。2つ目は背景や被写体に影を作って写真や動画に雰囲気を出すこと。3つ目は家の中でのテーブルフォトを撮るときに自然光では作りにくい光を作ることです。なのでね、今日は一つ一つ細かくスペック紹介するというよりは、今回の撮影でどのように実際に使えるかっていうところを中心に見ていきたいと思います。結構 20W なのでこれねめちゃくちゃ強いです。すごいな。はい、まずね主役になるのがライトたちです。このね RF20C だとかこちらの RF10C などのライトは単純に被写体を明るくするだけではなくて、光の幅を調節したり色を変えたり背景に光を入れるために使います。花を撮るときに正面から強く光を当てすぎると少し説明的な写真になりがちだと思います。もっと言えば図鑑みたいな写真。でも横だったり少し後ろから光を足すと花びらの輪郭が見えやすくなったり、雨上がりの水滴が少し浮き上がって見えたりします。特に花撮影でお見せしたいのが F2 と F10 の違いです。花って開放で撮るとふわっとして綺麗なんですけど、ピントが合う範囲っていうのが狭いので、花の一部にしかピントが来ないってことありませんか？もちろんね、それが綺麗な時もあります。ただ、花全体の形を見せたいという時だとか、水滴までしっかりと見せたいという時には、私は F 値を少し絞って撮ることがあります。ただね、F 値を絞るとその分写真が暗くなります。そうすると ISO をどうしても上げる必要性が出たり、シャッタースピードが遅くなってブレやすくなってしまったりします。そういう時に少しライトで光を足してあげると、花全体にピントを合わせながら ISO も抑えやすくなるので、かなり使いやすい場面があります。次にね、かなり面白いと思ったのがこちらです。SP Air スポットライトというものになります。これはね、こちら単体で機能するものではなくて、このライトだったりと組み合わせて使うものになります。これはね、普通に照らすというよりは光の影を作ったり背景に影を出したりするためのアクセサリーです。写真がただ撮った時に見える時って被写体そのものが悪いというよりは光に変化が少ないことも多いと思います。
背景がのっぺりしていたり全体が均一に明るかったりするとどうしても少し単調に見えやすいですよね。そういう時にこういったライトを使って背景に影を入れたり一部分だけ明るくしたりすると同じ車体でもかなり雰囲気が変わります。次はこちらのライトです。今ね1、2そして3つあります。これらはマクロ風の撮影だったりとか小物撮影で使えるライトです。大きなライトで全体を照らすっていうよりは車体の一部に少し光を足したり手前だけ明るくしたりそういったことに使えるライトです。ちなみにね花やミニチュア小物テーブルフォトっていうのは光の当たり方が少し変わるだけで質感がかなり変わります。プリンアラモードならプリンのツヤフルーツのみずみずしさそういう部分に少し光が入るだけで写真として見た時の印象がぐっと変わると思います。でね面白いのがこちら文字盤もいくつか入っていてハッピーバースデーって書いてあったりするものもあるのでテーブルフォトだけではなくて誕生日の撮影だったりとか記念日の撮影にも使えるなという印象があります。もちろんディフューサーだったりとかあとですねペグもついています。なので光を柔らかくしたい時だったりとか地面に埋め込んで撮影をしたい時などにも使えますしこういったものを使えば光の幅っていうのを調節することもできます。あとね写真とか動画だけじゃなくてライブ配信の時も使えるなと思っています。この映像実際に私が運営する青い彗星というコミュニティで毎週土曜日に行っている YouTube ライブの映像になります。これは本当にね先週だったかなついこの間のライブでの映像なんですけど面白くないですかライブの背景って何もないと少し寂しく見えることもあるので後ろに色や光の模様が少し入るだけでも画面の印象はかなり変わると思います。そしてライトを使う時に意外と重要なのが固定する機械です。ライトは手で持って撮影することももちろんできますが写真を撮るときはカメラも操作しますし光の位置が少し変わるだけでも写真の印象もガラッと変わってしまいます。なので今回はライトスタンドそしてマジックアームだったりこちらの大きな三脚も使っていきます。こういったアームに関してはかなりテーブルフォトでの扱いがしやすいです。さっきのライブ中もそうですね。机だったりとか棚に固定して撮影することができるので横から光を入れたい時などに便利です。でねこの三脚こちらは、ライトを固定するというよりはメインはカメラを固定するものとして使えるサイズ感の三脚となっています。カメラを固定すると何がいいかと言いますと手が開くのでタイマー撮影などができたりしてここにカメラを乗せて横から手持ちでねライトを差し込むなんていうこともできたりするので本当にねライト撮影をする時には三脚はかなり便利な機械だなと思います。これねめちゃくちゃ楽。ワンタッチでスルスルと開いてあっという間に組み立てができます。そして安定性も抜群です。それでは実際に外に出て雨上がりの花を撮ったりその後室内でミニチュア撮影だったり小物やテーブルフォトをしていきます。写真がただ撮っただけに見える時光を変えるとどこまで印象が変わるのか今回はそこを見ていきたいと思います。皆さんこんにちは、青いです。本日はスモールリグの三脚とそしてこのライトたちを使って撮っていきたいと思っています。そしてねこの三脚面白くてで広げた後にここをね押して面白くないですか？これだけで足がスッとワンタッチで出てきて設定が完了します。なので今日はこれに乗せたりこのライトたちを使いながら撮影していきたいと思います。では行きます。
はい。花撮影やってるとね、よくあるあるの出来事だと思うんですけど、今このレンズ開放 F 値が2なんですね。で2で撮るとこんな感じでね、ピント面が本当に狭いので、いろんなところがボケちゃうっていうのあるあるだと思うんです。そういった時によくね、私 F8 とか9とか10とかぐらいまでやりたいわけですよ。そうするとやっぱどうしても暗くなりがちなんですね。っていう時にこれを使うわけですよ。20ワットあるので光を照らしてみます。結構ね、ありとなしだと変わるんですけど、次ありで撮ってみます。撮れた絵が、おお、面白いね。面白い面白い。こんな感じでちょっと試していきましょう。面白い。はい。では、ライティング2つやってみました。まず1つがこの白いライト。ここから、このね、水滴が綺麗なので、そこをキラキラとさせてくれるライトとして使って、この上の青いライトは少しこの花が青なので、そこに合わせて青い光を入れてあげると面白いんじゃないかなと思って、組んでみたライトとなります。あ、いいね。はい。では今ね、片方青ライト当てて、片方赤のライトを当てようと思います。で、2色を作り出すっていうイメージですね。はい。こんな感じで、今も見ての通り、2色なんですけど。見えますでしょうか。かわいいね。グッとやろうか。面白いね。よいしょ。面白いね。では今2つとも青ライトでやっていきたいと思います。白い花って結構白飛びしやすいので、そこをねあえて逆手にとってライトで少し色付けするっていうね、そんな方法をとってもいいのかなと思ったり、ちょっと真っ黒っぽい感じまたいいんじゃないですか。今ここ青ライト当てて、水滴をね少し、葉っぱの裏側もちょっと青くなってますね。それがまた面白かったり、いいかもしれないですね。可愛いですね。なんかね、普段撮らないような世界を撮りたくなります。考えてる時間も楽しいです。ちょっとハートみたいなアジサイがありましたね。ちょっとハートっぽい。若干ね。はい。ではここにね、ちょっと水滴があるので、その水滴を輝くように今ライトつけて撮ってみたいと思います。やっぱライトがね反射するので、そこの面がすごくキラリと光って面白いのと、トリミング込みで考えていますよ。はい。では今ね、オレンジ灯をつけてみて、奥の、この辺りかなと思います。を撮ってみたい。ちょっとね、トリミング前提で考えてはいますが、ライトが入っちゃうのでね。はい。こんな感じもいかがでしょうか。柔らかな光を添えるっていうイメージですかね。水滴をちょっと中心的に撮りたいので、拡張 XS にしてギリギリまで小さくします。
このね中央の水滴とかいいんじゃないでしょうか。今色変えて撮ってみますね。黄色が結構合いそうだ。もうカメラの近くでめっちゃライトを当てるって感じですね。良さそう。かわいいね。はい、今ね赤と青の2色で、やっていきます。トリミング前提で、撮ってしまうっていうのも一つありかなと思います。やっぱセブン5高画素なんでそういうことできちゃいますね。この水滴に集中して撮りたい私は。面白いね。いかがでしたでしょうか。今回はスモールリグのライトを使って外では雨上がりの花撮影、室内ではミニチュア撮影や小物撮影、テーブルフォトなどを行いました。実際に使ってみて感じたのはね、ライトはただ写真を明るくするためだけのものではないということです。もちろん暗い場所で明るさを補うためにも使えます。ただそれ以上に光の向き、影の出方、光の色の入り方を変えることで写真の雰囲気そのものを変えられるのが面白いところだなと思いました。特に花撮影では F2 と F10 の違いが分かりやすかったかなと思います。開放で撮ると背景が大きくボケてふわっとした印象になります。一方で F10 ぐらいまで絞ってあげると花全体や水滴までしっかりとカリッと見せやすくなります。もちろん花はね自然光で撮るだけでも十分綺麗なんですけど、もう少し花びらの質感をしっかりと見せたい時だったりとか、水滴を浮かび上がらせたい時、全体にピントを合わせたいけど暗いのが気になるっていう時などにライトがあるとかなり写真の表現の幅っていうのが広がると思います。室内のテーブルフォトでもライトの効果っていうのはかなり分かりやすかったです。家の中で撮るときって窓際で自然光で撮ることが多いと思います。もちろんそれも綺麗なんですけど、毎回同じ場所だったり同じ光だとどうしても写真の雰囲気って似てきてしまいますよね。そこで横から光を加えたり背景に影を作ったり一部だけ明るくしたりすると同じ被写体でもかなり印象が変わります。でね、面白いのがミニチュア撮影。これはね影が入ることで物語っぽい感じになりませんか？これね写真でも動画でも面白いなと思いました。あとプリンなどの食べ物ではツヤや立体感が出るとかなり美味しそうに見えますね。撮影用ライトというと写真や動画を撮るだけのものと思われがちなんですけど、ライブ用の背景を作ったりとか空間の雰囲気を変えたり記念日の演出に使ったりっていうこともできるので、使い方はかなり広いと思います。今回使ったスモールリグのライトっていうのは強く照らすことももちろんできますが、写真や映像の中に少し光を足したり影を作ったりするっていう撮影がしやすい道具だと思います。そしてね、ライトスタンドだったりアーム、三脚のような固定機材も地味なんですけどかなり大事です。ライトはね位置が少し変わるだけでも本当に印象が変わります。だからこそ固定する機会がすごく大事なんです。狙った場所に光を置けるかどうか、同じ構図で比較できるかどうかっていうのは撮影のしやすさにかなり影響すると思います。写真が少し普通に見えるとき、ただ撮っただけに見えてしまうとき、なんか毎回同じような似たような写真になってしまうとき、花を絞って撮りたいけど暗さが気になるとき、そういったときにカメラやレンズを変える前に光を少し変えてみるという選択肢があると撮影の幅はかなり広がると思います。今回使用した機材っていうのはかなりいっぱいあるので、これらはすべて概要欄にリンクでまとめてあります。光を変えるといつもの被写体なのに少し違って見えて面白いですよね。今回は光を使ってたくさん遊んでみました。
めちゃくちゃ楽しかったですし、なんかね、本当にこれから写真の幅っていうのがさらに広がりそうだなと思ったライトたちでした。では本日の動画はこの辺りで終了とさせていただきます。本日も最後まで動画をご覧いただきありがとうございます。チャンネル登録お願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。